マレーマレーのまるまるサークル。イエーイ。今日のゲストはこの方たちです。どうもトレンディエンジェルの斉藤です。ペッペッペー。お願いします。ありがとうございます。そして私もメルです。また来ちゃいました。メルちゃん。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は3人でカンドラサークルを出た。来た。メルちゃんもはい韓国。韓国大好きですね。旅行に行くのがそもそも好きで。そうなんだ。斉藤さんめちゃくちゃ韓国お好きですもんね。そうですそうなのよ。もう本当人のふんどしで相撲を取らせていただいて本当にもう。K-POP ダンスももう本当にそうなんですよ TikTok にも載せてますもんね。そうそう。やっぱあんま俯瞰で客観的に自分見ないようにしてるけどね、なんかね、一生懸命のおじさんだなみたいな感じでさ。ドラマを通して俺はもう感じさせてくれるドラマだなっていうところもスタイルが本当素晴らしいですよね。抜群、本当に可愛い羨ましい。あ、これがいわゆる遊ばれた女子の気持ちなんだっていう。まずはですね、はい事前に好きなカンドラベスト3をはい書いてもらいました書きよね。ましたね。やっぱベスト3っていうのがちょっとね難しいですよやっぱり。絞るのがやっぱり。何系が好きなの？いろんなジャンルがあるじゃん。一番最初にハマったのはめっちゃ復習系でした。ああ、そうなんだ。復習最近多いですね。もう確かにいじめとかすごいじゃないですか。代名詞だよねやっぱねはい、もうそういう復習系を見てはいスカッとして、今は王道ラブラブコメみたいな。もう現代ラブス現代。トーリーうわこの二人好きなんだからもうみたいな。あ、そうそう、ベタなの多いですよね。はいはいはいいや私はもう本当ちょっと王宮とかそういうところのラブ時代物のねラブ系も好きだし、ちょっとやっぱ笑える要素があるはいはいはいとなお嬉しいとあか、あとはもう涙しちゃうようなあったかいラブ系もたまんなく好きですし。なるほどねそうあと映像綺麗なの多いので韓国のはい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 ドラマわかるわかる。斉藤さんどう俺はねですか？結構なんかいろんなの見ますけど、本当だから男だしラブコメなんてみたいな感じで最初はだから復讐もんばっか見てたのよ。本当それこそ最初さイテウォンクラスからやっぱねちょうどこれねちょうどブームの火付けじゃない。ありましたねそうだから愛の不時着とイテウォンクラスだったらやっぱもうダントツで俺はイテウォン派なのよ。あっち系の復讐の感じで愛よりでやっぱは。ラブコメなんてみたいな思ってたけどやっぱ見れば見るほどやっぱねみんな女優さんに大体恋しちゃうというかそうなのよみんな可愛いのそうだからそういった意味で今は結構もういろんなの見てますからあ見てます多ジャンルで他ジャンルも見てその中で私もおすすめというかそういったものを含めてやばい絞ってい楽しみ。ただけます書かせていただきましたよ。いやもうこれはディベートしまくりますよ。ありがたいですよ今回は本当にね。はい行きましょう。はい。せーの花来るせ。はいはい。被ってないねうわいやもう最近になっちゃう。あかぶってる。かぶってる。金味噌ね金味噌ね。はいはい。あザ・グローリーわかる。グローリーね。グローリーわかる。そうでしょ入れたかった。ね知ってます？デありましたィズニープラスではい知らないムービングいや動くやつですよね。動くやつ飛んだりするやつ。そうまだ見てないんですよ。あディズニープラスですね。お気そうに入りはします。このムービングは本当にやっぱ結構男の子は好きそうな感じというか戦ったりもするし主人公の子がひょんなことからちょっと体が浮いちゃうというかそれはなんでかというとそのお父さんがいわゆる浮く能力というか飛ぶ能力を持ってる人でお母さんもお母さんでちょっと超能力者というかすごい家族。そうなのよそういう人たちが実は秘密裏に組織で集められていろんな問題を解決していくっていうお話なんだけどただとにかくねこれね2人出たとするじゃん。でまずこっちの思い出振り返るでしょ。こっちの思い出に23話使うのよ。でまた新しい人出てきたこの人に23話使ってちょっとしつこいワンピースというかわかりやすい。わかる？そうその人フォーカスで2、フォーカス3話使って結構濃いめにやっていくんですね。またちょっと北朝鮮のはいぽい国がちょっと絡んできたりとかそこのバックボーンがどこにあるかっていうのがちょっと描かれてる非常に見やすい。アクション系なんですね。そうなのよ説明うますぎてめっちゃ見たくなりますね。そう見たくなる。これぜひね見た気分してディズニープラスで私もなんか一話見た気分です。メルちゃんも見てる。はい見てます。ねこれいやこれ最初の方にもハマりましたね。これひどいよね本当ね。本当にひどい。本当にひどい。ここまでひどい描写をやっぱ今までのドラマで見たこともないし。これはもうゴリゴリの復讐ですよね。そうなんだよね。やっぱカンドラのやっぱあるあるというか、やっぱとにかく悪役が悪いやつで、そいつが悪ければ悪いほど我々感情移入できるっていう、いじめ役がもう役者が揃ったというか。わかります。韓国で一番意地悪な顔を集めてきた。こんなこと言ったらちょっと怒られちゃうけど、もうこのいじめ方すごいですよいじめ方がね。そうアイロンねアイロンね
アイロン。その四人って子がいじめるんですよね。そうなのよ。そうなのよ。感覚で裕福で恵まれてるし、本当に全部風の力でもみ消すような人なんですよね。親の力とか。全てがもう持ってる。本当にやっぱり貧乏で自分で苦しんでるこのソン・ヘイユさんのドンがもう本当にもう本当かわいそうなんですよね。頑張ってもさ、そうそうそう僕はでもいつ幸せになれるのこの子はっていう。そうなの。いや私ちょっとこう本当にね。トラウマになるレベル引いちゃったで。引いちゃったけどみんなやっぱ好きってことはやっぱどっかにあるんだよ。ああいうその潜在意識というかさ、ああいうショッキングなものを見たいというかね。まあそれはちょっとありますよね。そうなんかやっぱあれはねちょっとショックだし。あれ描けないですよね。描けない描けない。そうでやっぱそれをやっつけていく爽快感というかね。そうですね。それもやっぱあるし。ただただ遊ばれていたっていうだけの話ね。いやそうです。もう本当ありがちなそういうただの関係の友達みたいな。そうこのドラマ確か8話とか結構短めにあるじゃない。あそうでしたっけ。でやっぱそれまでやっぱ16話とかで免疫をつけてたこちらからすると、この後どうなっていくんだろうっていうのがあったのに8話でストンって終わったのよ。でなんかこれがいわゆる遊ばれた女子の気持ちなんだっていうのを視聴者にもそう俺はやっぱその感覚をね知らなかったから、ドラマを通して俺はもう感じさせてくれるドラマだなっていうとこも分かっていてもの素晴らしいとこだなと思ってるわけ。16話までないと分かっていても。そうそうなのよ。本当に鬼かっこいい。いや分かるよ。初めて私3次元でかっこいいと思って推しになった人です。いつも次元違いにいるんだ。あ、そうですね。アニメのとかだったらいるんですけど、3次元で推しっていうものが24年間できたことがなくて、でもソンガンさんだけは本当にかっこいいと思って作品めっちゃ追ってる途中ですけど。そうなんだ。最近見たってこと？それも？そうです。その2ヶ月で見て、でも今恋するアプリとかまで見ちゃってもうハンソヒト。そう、ハンソヒちゃんめっちゃ可愛いですよね。同じ時にハワイにいたんです。しかも多分ホテル一緒だったんです。やばくないですか？私も血を眼にして目を眼にして反則やんそれ。反則やんそれもう。そんな同じホテルなんて。いや何目線の反則なんですか？ずるいよそれ。たまたま一緒だっただけでしょ。反則超好きなのに俺。これもキムダミちゃんとチェ・ウシク君がやっている本当ラブストーリーなのかな。本当にね何にもやらしくなく爽やかなラブシーンだったり。この2人はなんかすごく等身大でさっぱりしてますよね。そうなのよ。一番好きなのがねこのエピソード8だったかな。エピソード8のとあるところでキムダミちゃんがこう寝てるともうそこがすごい田舎の本当田んぼのど真ん中でこう屋根のついてるちょっとしたね韓国によくあるじゃんこのね庭にあるような韓国のそこでこう寝てたらパッと起きたら雨が降っててでやばい行かなきゃってなったらあちらにこのぼんやり傘さしてるチェ・ウシクが雨の中立ってるわけ。そうそんでそしたらキムダミちゃんがもうじゃああなたがここに残るんなら私は行くしあなたが行くなら私は残るって突っ張るわけ。突っ張ねんの。次の瞬間チェ・ウシクはもう我慢できなくなってパッて傘を下ろしてチューすんだよ。なんで？チュー早くね。ごめんなさい。さっき会ったばっかり私たち8話まで見てないんで。さっき会ったばっかりで。突然のキスですそれは。でも本当俺のこれだけじゃこの良さは伝わんないからそれまでこの7話まで見て本当にこの8話を見てほしいんだけどそうですよね。これのもう一つの推しポイントがこの OST いわゆるオリジナルサウンドトラックね OST にがとにかく良くてチェ・ウシク君ってちょっと失礼テテ BTS のテテと仲がいいわけ。クリスマスツリーっていう曲があるんだけどこの曲がその年私たちはに挿入されていてこれがまたいいとこでかかるわけですよ。男がおじさんがラブストーリーなんてって思うじゃない。それをちゃんと乗り越えるんじゃなくてなんとかな透過していくっていうのが分かる。すり抜けてる。すり抜けていくのよ。だから女の子は余計見やすいと思うからこの養分で髪の毛生えたらいいですね斉藤さん。だからねそれで見てほしいのよ。私お母さんにおすすめされて見始めたんですけど、キムッショはキュンキュンするというかもう王道に2人
人が愛し合ってる姿がもう可愛すぎて、いい動く椅子でキスする。あった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 バーンってなるや社つね。長と秘書なんですよね。そうなんです。その関係性もちょっといいじゃないですか。あとなんかネクタイの締め方上手くなりたいって思う。ああネクタイをね。いろんな作品で結構ネクタイを締めるっていうの結構多くないですか。それやりたいみたいな。あれ結構グッとくるんじゃないですか。やっぱそうなんですかネクタイって。まあでも自分で締めた方がね綺麗にいやできる普通に冷めてて引くんだけど。なんですけど。まあ何この人。今ここ盛り上がって。笑い方が社長みたいになっちゃう。このドラマって類を見ないぐらい大人のラブの描き方うまくないですか。そうなんですよ。ネクタイシーンもそうだし、あと壁に追いやってキスする。でも本当さ俺キム秘書もそうだけどさ、パクミニョンさんが一番好きなの俺本当に綺麗ですよね。そうなのよ一番綺麗だと思います。一番綺麗やっぱ強い女が多いじゃないなんとなくそうですねしっかりした韓国ドラマは特に多いですよね。そうなのよそれでこのやっぱでもチューする時はすごいなんかねそうちゃんと可愛いんキュですよねッてするじゃんそうパクミニョンしたらやっぱもうラブコメの女王と言われてますからこういうタイトスカートを履かせたらパクミニョンの右出るものいないっていうぐらいそうだから大体全部パクミニョンお姉さん用語みたいな感じのイメージじゃないそうですね。そうそうそうスタイルが本当素晴らしいですよね。抜群本当に可羨ま愛いしい。全部交換したい。私がみんな2つ選ぶのさっきから。これはソンガンさんコーナーなんで。あソンガンコーナーねソンガンさんが好きなので、結構韓国ドラマって主軸のお二人以外の恋模様も選んだり、なんかちょっとあるんですサブので、それがもうこのシーンちょっといいよみたいな時もありません。なんかその主軸を見たいみたいな時もあるじゃないですか。でもこの分かっていてももうその周りも見たいみたいな、もう全部ドラマにしてほしいぐらい全員がもう良すぎて素敵だなって思った作品です。でそのままそのソンガンさんが好きだと思ったんで恋するアプリを見たんですけど、この中でアプリを起動すると私のことが好きな人がもしこの中にいたらピロンピってなるんですよ、音が。ドキドキしてるとピロンってなる。そうもう好きっていうのが好きっていう気持ちが分かるアプリっていうのが開発されるところから始まるんですよ。なるほどなるほどでアプリを入れてる者同士だと、だから今だと位置情報が分かるみたいなのあるじゃないですか。それのも進化版でもう気持ちが分かる、人の心が分かる。もう私それに洗脳されすぎて、アプリの音って多分どこにでもあるような音っていうか日常にある音を使ってるっぽくて、私街中で歩いてる時に誰もいない空間でピロンって鳴ったんです。その本当に恋するアプリと同じ音が鳴って、私もみたいな。誰か私のこと好きなんじゃないか。誰か好きなんじゃないかなと思ったら、ウーバーイーツの配達員の配達が来た時の音と一緒だったんです。何食べたの違う私じゃなくて、私の横で通り過ぎた自転車に乗ってたなんだ見てみようこいつ見てください。日常にもう聞こえちゃうぐらい好きになったんだ。そうなんです。ドラマは。結婚していた夫婦から始まるんですけど、気持ちがすれ違っちゃって、で旦那さんの方がもう離婚しようと切り出して離婚届を奥さんに渡そうとするところから始まるのですが、めちゃくちゃもうよくある韓国のもうほんと富豪というか、もう豪邸、もう奥さんが超財閥のほんとまれに見る素直になれないツンのなんですよ。もうデレがないの、強がりで。でもそれは育ちも本当厳しく育てられてきた上に甘えるのが苦手、気持ちを伝えるのが苦手なんですけど、でもその眼差しは愛なんですよ。でそれで男性の方もどんどん本当は自分はやっぱり愛していたんだっていう愛を分かっていくんですよ。なのにもういろんな人が邪魔するんです。もう本当にもう邪魔しないで2人をっていうぐらいいろんな人が邪魔するんですけど、なんで邪魔してくんの。邪魔してくんの。いろいろありすぎて山あり谷あり、もうそれを乗り越えていく2人の愛というか、もうこれが真実の愛なんだっていう形が素晴らしい。でめちゃくちゃ悪役でもう有名なパク・ソンフンさん、もうグローリーでもしっかり悪役演じられてるんですけど、この涙の女王のパク・ソンフン本当に途中マジで嫌いになりそうで、あまた悪い人やってるんだ。悪いよもう愛を知らないからこそのねじ曲がった愛の仕方なんですよ。いろんな涙があるドラマなんですよ本当に。悔しい涙も嬉しい涙も幸せな涙も悲しい涙もいろんな涙がある、だから涙の女王なんだなって思うぐらい、それにつられて私もずっと泣いてました。ああそうで結局自分が涙の女王だったっていう。そうですね。何そのオチ。これはもうとにかく映像美です。あとやっぱり OST そのサントラの洋楽をよく使うんですけど、この
マッチ加減がとてもいいところがまず好きで、友達の弟と付き合っちゃうっていう話ですね。これは好きなのはキッチンにそのお姉さんを乗せてちょっとなんかキスをするやばいとか。料理しちゃうっていうこと。ちょっとおじいさんそれで声はもうちょっとオーバーですけどシティハンターよ、昔のシティハンター。でもやっぱ映像がすんごい本当に綺麗。なんか他のその韓国ドラマとかも群抜いて綺麗で、この監督の作品がその自分のお姉ちゃん、リアルお姉ちゃんにバレないようにしなきゃいけないんだけど、家とかでたまに会っちゃったりするから、でそうなんかいうちょっとそうそうみたいなねでガラスのエレベーターがあるんですけど、その家にでそれでもう向こう側から見えちゃうんだけど、なんかキスしちゃうとかね、エレベーターなんかすごいたまらない。愛の不時着、イテウォンクラスあった年の中でもこれが受賞したっていうのがもう何よりも強み。私のめちゃくちゃ推しのカン・ハヌルさんっていう俳優さんがもう本当にお上手で、これもまあその島というか田舎町をモチーフにしてるんですけど、子持ちのお母さんが居酒屋みたいなお店をやってて、そこのお母さんのことを警察官の人が好きになるっていう身に迫る危機感もありながら、でやっぱり警察なので助けたいっていう気持ちもあるし、それ以上の気持ちもあるそのカン・ハヌルさんの気持ちとかもあったりして、それがすごくいいなと思いますし、なんかこうピュアすごく、これはもう病室でちょっとプロポーズして、もういい加減僕たち結婚しよっかみたいなの言うシーンのこのカン・ハヌルさんのこの落ち着き具合と、今まではすごい元気な警察官だったんですけど、すっごい仕立てのトーンがたまらなく刺さります、胸に。確かに静かなお話のイメージあるな、やっぱりちょろっと見たけど。これも私の大好きな、これか。ありがとうございます。わかりやすいです。カン・ハヌルさん出てます。カン・ハヌル好きなんだね、やっぱカン・ハね。ヌルさんが大好きなので、でこれはIUちゃん知ってますよね、もちろん。知ってる。あ、出た。はい。IU。国民的な女優さんもまず歌手ですね。歌手がもう本当にすごい。でもお芝居もされてらっしゃるんですね。IU は本当にやばいよ。誰だろうね、日本でいうと女版福山雅治みたいな。ちょっとわかんないけど、どっちも半端じゃないっていうか、本当ソロなんだよね、IUちゃんって。ソロなんですか。ソロなのよ。ソロ。もうデビューも早いし、キャリアの積み方がえぐいんですけど、本当に一生変わらないし、この方ってもう本当に国民の妹みたいな。まあそのレイの物語はIUちゃんが現代に生きてるんですけど、水に潜ったら昔になってるっていうタイムスリップだ。でこの8人の王子がいるこの王宮の中に迷い込んでしまうっていうお話でございます。カン・ハヌルさんの役はもう結婚してるんですけど、奥さんがちょっと病気がちでもうすぐ寿命かもしれないという、でもその人のお助けをするためにIUちゃんがいるんですけれども、本当に結ばれてはいけないのにカン・ハヌルさんのことを目で追ってしまうんですね。まずタイムスリップした時に、その2人が雪道を歩いて、先にカン・ハヌルさんがこう大きな踏み足で歩くんですよ、大股で。それを頑張ってIUちゃんが追いかける、なんとかなんとか、たまにちょっとくじきそうな足があってなったところ、カン・ハヌルさんがすかさず手を出してあってなって目を見つめ合って、あれ私たちやっぱりちょっと気になってるかもしれない、でもダメこんな関係みたいな、もう本当に私の中での韓国ドラマで史上ナンバーワンのシーン。王宮ものってなんかさ、めちゃくちゃ長いイメージあるんだけどさ。長いです。これもちょっと長いですね。そうだよ。だから大河みたいなことだよね、要はね。ただイケメンとあと歌手が出てるので割と K-POP 好きが見やすいドラマ。そっかそっか、確かにね。あとはこの8人の王子たちめちゃくちゃいがみ合ってるし、なかなか仲良く、全員では難しいんですけど騎馬戦をするんです。騎馬戦をした時にカン・ハヌルさんは普段全くほぼ笑わないんですけど、なんかそういう親しみやすい笑いしないんですよ。なんかその騎馬戦の時うじゃけるんですよ。少年みたいな笑いをしてくれるんですね。これがまたたまらなくて、本当に100万回も巻き戻しましたね。やばすぎ。もうお腹いっぱいだね、結構ね。8週分ぐらいやったんじゃないですか。そうですね。今日の想定してたロケ時間あと10分しかないんですけど。じゃあもう1人1分でお願いします。そうしようか。
1位はやっぱパクミニョン。もう王道ですか、やっぱり。もう王道だねと思う。もうやっぱ世界で一番綺麗。世界で一番好きな顔。はい。奥さんの次にね。でやっぱりだからやっぱとにかく子供の時からの憧れのお姉さんっていう僕の好みをまさに体現している女性で、強くなった時の女はやっぱ本当に演じさせたらもう天下一品というか、まあ本当にもう尻に敷かれたいなというね。いい終わり方。方です。本当にパクミニョンさんです。はい。はい、私はもうそしてソガンさんに関しては先ほど語ったんで、はい逆に一番ねパク・ソンフンさんなんですけど、先ほどの涙の女王にも出てましたし、グローリーにも出てたんですけど、悪役をあそこまでかっこよく演じてくださるというか、悪を演じるってめちゃくちゃ勇気がいると思うんですよ。だって国民に嫌われてしまうから、でも嫌われれば嫌われるほどそれって評価になるんですよ、お芝居の評価として。だからその俳優さんとして私はすごくリスペクトしていて、かっこいいなって。私もだからそういうもう悪役もちゃんと突き通して演じられる怖がらない俳優になりたいって思ったので、パク・ソンフンさん。でも悪役といえばこのパクソンフンも最近ね。韓国ドラマも悪役が本当皆さんすごい。すごいね。はい。で1位にさっきから好きなカン・ハヌルさん、はいもうファンクラブも入ってます。そうなんだ。はい。そうファンクラブってでもお芝居の方ってことですよね。あ、そうです。なんかイベントとかあるんイベンですか。トやるんで、私見に行きたいと思ってるんですけど、なかなかまだ行けてないんですが、キム・ウビンさんも俺たちのブルースっていうドラマよかったら、あと相続者たちとかいいのでよかったら見ていただいてっていう感じでございます。この人は本当にお芝居が最高に男らしくて、あとはなんて言ったらいいの、その俺たちのブルースは船長の役なんですけど、それもすごくいいので、はいご覧ください。はい。今出してもらった俳優さんの日本人に当てはめるとみたいなところいるかな、パクミニョン。いないんだよな、うちの妻以外にちょっと見当たらないんですよね。奥さんはカンドラ女優の中に組み込まないでくださいよ。でもソンガンとか誰だろうね。ちょっと難しいですよね。確かにちょっとだいぶハードル高いね。友達の中でなんか好きなタイプとかいないのって言われてて、今まで言う人がいなかったんですよ。でもやっとできて、ソンガンさんが好きなんだよねって言ったら、いないよそんなの、ソンガンさんはソンガンさんだよみたいな。キム・ウビンは多分鈴木亮平さんとかかな。多分体の体格とか、あとなんかこう役でだいぶなんだろう、もう入り方というか。シティハンターもえぐいよ。見た？見てない？見てないです。見ます。マジでいいよもう。本当ですか？原作見てない？漫画見たことない。世代じゃないんですよ。あ、そっかそっか。じゃあ話合わないわ。いやはい、もう本当に3番目の私の焦り方が異常。確かにね、ごめんね。あなたたちのもう喋る量がとんでもない。本当にごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとやっぱそれぐらい溢れちゃってね、どうしてもね。ということで今週は韓国好きハンドラサークルでしたね。そうだね。本当にたくさんの愛を語っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。私たちちょっとまだ多分喋り足りないです。そうだね、ちょっとね。ちょっと来週も付き合いいただいていいですか？ちょっといい？いいですか？はい。やったー。ということで今回はここまでになります。我々のまるまるサークルありがとうございました。ありがとうございました。来週も見てね。アンニョン。番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer またはテレキューオフィシャル YouTube チャンネルで。シティハンターよ、昔の。今日は韓国料理屋さんに来ましたよ。チャーハン。じゃちゃん。可愛い。赤ちゃん帰りしてんじゃないですか。なんか今日ベビー服みたいなの着てるし。いやいや、ベビークじゃないよ。